こんにちは、春日部つむぎです。MOM 正式実装しましたね。そんな中橋は変わらずアーリーアクセス時空からお送りしております。今回はみんな大好きドラゴンデッキ。予約団体でトップレア認定されたタルキールへの進行をなるべく強く使いたいがためのドラゴン変調構成です。とは言いつつもいつもの赤い英雄ターン投げて4ターン目です。なんとなく3点ラスはいらないかなって甘えた考えで捨てていきます。とりあえず早速本デッキの主役を投げていきましょう。今更だけどライブアズくんってドラゴンじゃなかったんですね。マナクリは焼いたのでゴブリントークンでバトルにアタック。こちらは爪のライブアズをキャストして次のターンに備えます。ちなみにニューカテナへの進行はお試しで使っていましたが、最終的には外れるカードですね。裏面は部族強化で面白いのですが、お相手オムナスをキャストしてエンド。こちらはグーワが裏返り。支部の壊滅者を X3 でキャスト。ゴブリン作ってオムナスとってもいいですが、一応アタックが運よく通れば上振れなのでアタックまでは進めます。ここはお相手しっかりブロック。そしてタルキールへの進行が裏返り果敢な雷光に、ドラゴンがアタックするたびにユニーターゲット2点です。この能力は当然雷光が2体いれば重複するので、お相手から除去がなければあとはお分かりですね。お相手グーはキャストから。レンと次元壊しをキャスト。回答を探しにマイナス2。ハンドに加えたのは5色バトル。次のターンが回ってくればいいですね。こちらは支部の壊滅者 X3 でキャスト。さらに雷光を危機時期でコピー。そして全員でアタック。雷光が大量誘発して、誘発だけで16点バーンです。さらにアタックで14点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手6枚でキープ。お相手メリーラをキャスト。伝説アグロかな。こちらは5バカーンへの進行をキャスト。前も語りましたが、バトルは飛行持ちデッキと非常に相性がいい。お相手の次の動きを飛ばしておきます。こちらは都合よく黒を引けましたが、ラグレーラで取られるのが嫌なので除去が前でいきます。お相手4マナでカティルダをキャスト。さらにメリーラタップでスクレルブ。こちらは火山の悪意をメリーラへ。冷静に考えるとバトルを割ったらラグレーラ対策ができていましたね。そしてメリーラは能力起動。これやられるとフィズルので火山の悪意のルーティングができません。こちらはおとりの淳をキャスト。もうこれをラグレーラで取ってもらうしかないです。お相手エリシュノーンをキャスト。これは欲張りましたね。こちらはタルキールへの進行をキャスト。あ、そっかこれも ETD だからノーンで封じられてました。気を取り直して5バカーンへアタック。光りたての陣列をキャスト。これでラグレーラ対策が可能です。さらに爪のライブアズ。エンドに光りたてが誘発して淳にプラス1。お相手サリアをキャストから。ノーンでアタック。これは顔で受けます。4点受けて残り13点。こちらはカーサ数の進行を引きましたが、相変わらずノーンで封じられるので意味ありません。まずはタルキールへの進行を破壊します。裏面の果敢な雷光が戦場へ。さらにアウをキャスト。エンドに光りたてで淳にカウンターが乗ります。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。
実は次のターン空から20点飛ばしてリーサルだったんですね。対戦よろしくお願いします。これはキープしてみますか。こちらは無事土地をドロー。除去を構えてエンドです。お相手浄土語りをキャスト。緑タンっぽいです。こちらは火山の悪意を浄土語りにあまり使えなさそうな3点オールをルフティングします。こちらは爪のライブアズをキャストしてエンドです。お相手ボルクラノスのサイタンをキャスト。ジャークですね。こちらはジャークを打ち砕くでボルクラノスを破壊。余ったマナで支部の壊滅者をキャストしてアタックです。お相手イクサランへの進行をキャスト。クリーチャーが枯れたのかな。さらに浄土語りをキャスト。こちらはちょうどたるキールの対象が出てきてラッキーと浄土語りに3点飛ばします。そして2体でアタックしてたるキールへの進行を裏返します。お相手センディカーへの進行をキャスト。こうなると盤面触れないバトルは非常に弱い。こちらは支部の壊滅者を X2 でキャスト。そしてフルパンです。誘発込みで唐突に17点飛んで残り1点。ここで対応なくお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでマルドゥドラゴンでした。リストはだいぶ荒々なのであまり参考にしないでほしいですが、今回使いたかったのがこれ。シングル価格の1位を連と争うたるキールへの進行です。表面は9大点レベルの火力スペル。裏面はめちゃ強ドラゴンですね。ご覧いただいたように裏返ってターン返ってきたらほぼ試合が終わりなのと、ドラゴン自身が回避能力持ちでバトルを裏返しやすいのがかなり大きいです。あとは天使デッキにも投入していた5爆弾への進行。天使と違ってドラゴンの方がややパワーが高いので大胆一発で裏返せて気持ちいいです。 PIG 持ちの青いアーツ使とはややシナジーが薄いですが、結局 4.5 点の飛行クロック守りきったら一瞬で試合終わるんでね。ちなみに研修時点でデッキ組み直すなら2マナ体を入れ替えてゼッチの収穫者を4枚入れるかなと思います。話は若干変わりますが、ドラゴンデッキは赤が確定として他のカラーは結構いろいろ試せそうな気がします。白はご覧のように5爆弾や青が入れられて、黒はライブアズ、青は共同波動を入れても面白いと思います。ドラゴン渡るキールを主軸にしていろいろ考えられそうな部族になりそうですね。今回は短いですが以上です。本サーバーでリミテしなきゃ。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。